巨大噴火は、火山大国日本でも滅多に起こるものではありません。しかし、ひとたびそれが発生した時の災害規模は、恐ろしく甚大となります。北海道の神秘的なカルデラ湖、支笏湖とその周辺では、約4万年前に発生した破局的噴火の痕跡が残されています。現在の都市部にまで到達している厚い火砕流堆積物は、その桁違いの噴火スケールを想像させてくれます。支笏カルデラの外輪山を形成する山々は、カルデラ形成よりもはるかに古い時代、258万年よりも前の溶岩でできています。モラップ山は、平地から盛り上がっていて、一見新しい溶岩ドームのようにも見えますが、これもカルデラ形成前からある古い岩帯です。支笏火山が活動を始める約6万年前、この地域の地形がどのようなものであったかはわかりません。カルデラ形成噴火の際に全て崩壊してしまったからです。古い外輪山がある程度の標高で連なっているので、完全な平地であったわけではなさそうです。南西北海道地域では、約11万年前の洞爺カルデラ形成噴火の後、クッタラ火山が巨大噴火を繰り返していました。そして、4万年前のカルデラ形成噴火に先立つ約6万年前、巨大噴火の火種は、ついに支笏地域にも波及します。最も初期の噴火、社大噴火は、カルデラ形成噴火の2万年ほど前に起こった巨大噴火です。噴火は、まずプリニー式噴火から始まり、軽石などを東に降下させました。降下火砕物は、新千歳空港付近で4メートルほど堆積しています。その後発生した火砕流は、支笏カルデラの南方に分布しています。この6万年前の巨大噴火により、おそらく今よりも小型のカルデラが形成されたことでしょう。最初の巨大噴火の後、カルデラ形成までの間に2度の大噴火が発生しています。いずれも軽石や火山灰を東方に堆積させました。支笏火山最初の噴火、社大噴火は火山爆発指数6の巨大噴火でした。それに続いて、火山爆発指数5の大噴火が2度起こりました。いずれも規模の大きな噴火です。しかし、その後、これらの噴火をはるかに上回る破局的噴火が発生します。このカルデラ形成噴火の前には、火山爆発指数6の巨大噴火も、前駆的噴火の一つに過ぎなかったのです。およそ4万6千年前、支笏火山でマグマ水蒸気噴火が発生します。爆発的噴火によりベースサージが発生し、その後、噴煙柱を高く立ち上げる水蒸気プリニー式噴火となります。噴火はマグマ噴火へと移行し、プリニー式噴火による安定した噴煙柱を立ち上げました。噴煙柱は高度4万メートルにまで達し、テフラは北海道や本州北東部のほか、オホーツク海、太平洋の広い範囲に降下します。このテフラ、支笏第一降下軽石は、日本の主要な広域テフラの一つです。上空高くテフラを吹き上げていた噴煙柱は、噴火口の拡大あるいは増加により徐々に不安定化します。やがて噴煙柱が崩壊し、全方位に向かって地上を焼き尽くす大
規模火砕流となりました。火砕流は周囲の谷や平野を埋め尽くし、石狩低地帯に広大な火砕流大地を形成しました。高温状態で流れ下った火砕流は、堆積した後、自らの熱と圧縮により密着し、その後ゆっくりと冷え固まります。支笏火砕流でできたこの溶結凝海岸は、加工のしやすい建築資材として、北海道の開拓を支えることになります。こうして、地下の膨大なマグマを噴出した支笏火山は、マグマだまりの陥没により、巨大なカルデラを形成しました。支笏カルデラの誕生です。カルデラ形成噴火の後、現在までに、支笏カルデラでは3つの5カルデラ火山が誕生しています。そして、3つの火山はほぼ直線上に並んでいます。この配置は何らかの断層に規定されていると考えられます。千島湖の衝突の影響がここまで及んでいるのかもしれません。カルデラ形成後、富津市岳が活動を開始します。活動の開始年代は分かっていません。およそ2万5000年前、富津市岳でプリニー式噴火が発生し、北方、現在の札幌方面に軽石を降下させました。その後、富津市岳は、溶岩の噴出を主体とする活動に移り、溶岩流、溶岩ドーム、溶岩ドーム崩落型火砕流などを発生させています。最後のマグマ噴火は、8500年ほど前、最後の水蒸気噴火は約4500年前に発生しました。現在は、噴気も地熱域もなく、山体は緑に覆われ、深い谷が刻まれています。まるで火山ではないような様相です。恵庭岳は、2万年より古い時期に活動を始めています。約2万年前、恵庭岳で大規模なプリニー式噴火が発生します。この恵庭 A 噴火は5カルデラ火山最大規模の噴火でした。軽石は東へ流れ、千歳市街で3.5メートル堆積したほか、遠く十勝平野にも10センチほど堆積しています。この大噴火の後は、溶岩の噴出が中心となります。多くの厚い安山岩溶岩を重ねて、現在の山体を形成しました。17世紀になると、3度の水蒸気噴火により山頂に爆裂火口が開口します。その際、
崩壊した山体は岩雪雪崩となって支笏湖に流入し、北岸のポロピ内に扇状地を形成しました。流入した岩雪雪崩により、支笏湖では津波も発生したことでしょう。後でも触れるように、17世紀の北海道では火山災害が頻発していました。この恵庭岳の岩雪雪崩も、その災害の一つと言えます。恵庭岳は、現在も噴気活動が活発です。なだらかに裾野を広げる樽前山は、一見富士山型の清掃火山のように見えます。しかし、樽前山は、形成史を通じて、溶岩の流出は稀です。山体のほとんどが爆発的噴火による火砕物でできた、いわば巨大な火砕球が、樽前山の本体です。他の5カルデラ火山、富津岳や恵庭岳の形成史と比較すると、樽前山の際立った特徴がわかります。富津岳と恵庭岳は、それぞれ1回ずつ、大規模なプリニー式噴火を発生させた後、溶岩の噴出が中心となって山体を形成しました。しかし、樽前山の噴火は常に爆発的であり、その誕生以来、大規模なプリニー式噴火を何度も発生させています。樽前山は約9000年前に活動を開始した非常に新しい火山です。支笏カルデラの南の端から大きなプリニー式噴火が発生します。爆発的噴火を繰り返す樽前山は、その誕生の時から縄文人の目に触れ、畏怖されてきたことでしょう。高火火砕物と火砕流により、カルデラ壁の南縁を覆い、樽前山が誕生しました。そして、眉型の支笏湖の形状も、樽前山の誕生により、ほぼ完成します。第一活動期からおよそ6500年の旧式を経て、樽前山は再びプリニー式噴火を繰り返しました。この第二活動期では、その初期に大規模なプリニー式噴火の発生が集中しています。約2000年前に3度目のプリニー式噴火を起こした後、樽前山は歴史に登場するまでの短い旧式に入ります。火山噴火は、その規模が大きくなるほど発生頻度は下がります。火山爆発指数5以上の噴火は、世界全体でも10年に一度程度しか発生していません。この規模の噴火は、日本国内に限ると、この1万年で30回程度しか発生していません。しかし、その規模の噴火が、南西北海道の狭い範囲で、短期間に3度も発生した時期がありました。17世紀、北海道では、3つの火山が、数千年の眠りから一斉に目覚め、いずれも文字通りの大噴火を起こしたのです。1640年に北海道駒ヶ岳、1663年には、有珠山からの打撃を受け、北海道の山野は荒廃していました。その災害から立ち直る猶予も与えられず、この樽前山の大噴火で追い打ちをかけられます。1667年、樽前山はおよそ1500年の眠りから覚め、再び大規模なプリニー式噴火を始めます。蝦夷地での記録はありません。しかし、噴火に伴う鳴動や噴煙について、弘前藩、盛岡藩、八戸藩による本州からの記録が残されています。高火火砕物は東方に広く堆積し、山麓には火砕流が堆積しました。
このように、17世紀北海道は、アイヌも和人も、そこに住む人々にとって、過酷な時代だったと想像できます。樽前山の大噴火と前後して、日高静内川の流域で、アイヌの首長同士の争いが頻発します。発端は、熊の子、鹿、鮭などの狩猟権をめぐる争いでした。争いは、他の集落へも飛び火し、1669年、ついに、矛先を松前藩に向けて、道内広い範囲を巻き込む戦争、釈迦院の戦いへとつながっていったのです。釈迦院の戦いの背景には、相次ぐ火山噴火による狩猟権の荒廃と、それに伴う狩猟採集の不振があったはずです。火山災害は、時に戦争の引き金ともなり得るのです。1739年、樽前山は、再び大規模なプリニー式噴火を起こします。噴火は10日余り断続的に続き、噴火末期には、明洞、降灰が最大となりました。高架火砕物は、東北東に広く堆積し、新千歳空港付近では、厚さ約1メートルに達します。山麓には火砕流が流下し、再び山麓を焼き払いました。苔の洞門は、この時の溶結凝灰岩でできています。この大噴火により、山頂には大型の火口が形成されます。この噴火の規模は、歴史時代だけでなく、樽前山の活動史を通じても最大規模のものでした。総噴出量 4.5 立方キロメートルという膨大な量のテフラを噴出し、翌年の北半球の気候変動に影響を及ぼしたのです。19世紀以降の樽前山は、70回以上の噴火及び活動記録があり、そのうち5回はマグマ噴火です。しかし、その規模は、17世紀と18世紀の2度の大噴火と比べて大きく縮小し、いずれも中規模から小規模の噴火にとどまります。大噴火から70年ほど後、1804年から1817年までのいずれかの時期に噴火があり、軽石を降下させました。また、1867年秋には、地震に続き大音響があり、樽前山から火柱が立ち上がったとの記録があります。これらの噴火により火口内は埋め立てられ、山頂火口原には、低い火砕球と小型の溶岩ドームが形成されます。1874年の噴火では、小型の溶岩ドームが破壊され、火砕流を噴出しました。1883年にも、ごく微量なマグマの噴出がありました。樽前山の最新のマグマ噴火は1909年に起こります。2度の爆発的噴火を経て、4月19日、樽前山の山頂が見えると、火口内に巨大な溶岩ドームが出現していました。わずか2日間で、巨大なドームの大半が形成されたようです。赤熱した溶岩ドームはその後も2週間ほど成長を続け、現在の溶岩ドームとなりました。100年を経過した現在でも熱活動が活発で、盛んにガスを噴出しています。この溶岩ドームの出現により、樽前山の山頂部は三重構造となりました。その後は、小規模な水蒸気噴火のみが頻発しており、マグマ噴火はもう100年以上発生していません。この30年は、小規模な水蒸気噴火さえも起こっていません。
樽前山の火山活動史を見ると、第二活動期では、その初期に大噴火を連発し、その後中規模噴火を起こした後、休止期に移行しています。では、現在の第三活動期はどうでしょうか。今のところ、第二活動期と同様の道をたどっているように見えます。だとすると、今は活動期の終わり頃とみて、このまま小噴火を繰り返しながら休止期に入ると考えるべきでしょうか。中規模噴火はまだ継続するのでしょうか。それとも、新たな大噴火に向けて、マグマだまりでは着々とマグマの充填が進んでいるのでしょうか。結局のところ、将来の噴火を正確に予測することはできません。ハザードマップのように、過去に発生したあらゆる規模の噴火を想定して備えておくしかなさそうです。4万年前に北海道中央部を焼き尽くした支笏カルデラ。江戸時代、北海道に災いをもたらした樽前山。いずれも今は静かに風景を与えているだけです。